日本人の DNA が江戸時代から伝わってるっていうことを、前回お話ししましたが、その延長上にはたくさんの今日までつながっているさまざまな面白いことがあります。例えば日本人は静かすぎて暗いんじゃないのっていうふうに言われるようになりましたが、実はこの暗さっていうのは高度成長期以降の日本人の性格なんですね。っていうのは、その高度成長期後になってお金が貯まってくると、いわゆるその欧米型の早期教育、つまり自分の子だけは、できるだけいい一本化したエリート校に入れたいという要求を持って、なおかつそういうお金をかけて、お受験というか受験をさせる人が大量生産されるようになりました。それが1990年ぐらいから後の傾向で、それより前に生まれ育った人たちはエリートって何ってだって一億総中流じゃなかったのって、戦後間もない頃はみんなで一緒に貧乏したわけですね。みんなで一緒にすごく貧乏したから、貧乏が悲惨だとか苦しいとか蔑まれるというような発想は、実は昭和、1947年に45年に戦争が終わって、それから15年間ぐらいの間は全員が貧しかったので、貧しさの苦しみよりは貧しさを共有するというね、そういうスタンスがあって、誰も恥ずかしいとは思わなかったんですね。だから私が覚えてるのは、クラスの中ですごく貧乏な、もうご飯も持ってこれない子がクラスに1人か2人いたんですけど、その時にはその子供に先生が自分のお弁当2個持ってきたんですよ。それで2個のうち1つをその子にさりげなくあげてご飯を食べさせてあげたということがありました。それから別の先生の場合は、その子がいつもやっぱり給食のない日はとっても寂しそうで、それで先生はその子をみんなからですね、その子はたまたま教養心が強くて、本当はお姉さんと2人暮らしでお母さんも両方いなかったぐらいの悲惨な生活をしてたんだけど、うちの家は豪邸なのよとか、うちの家は車があってねとか、うちの家はねものすごい大きなリビングルームがあってとか、嘘をいっぱいついたもんですから、みんなからこれで嘘つきって言われてたんですけど、それでも先生はその子はすごく無双家でありつつ読書が大好きな子だったんで、その頃まだその子は7歳か8歳でしたけども、読書の時間に一番頑張ってるのはこの子ですよって言って、その子をわざと褒めてあげたんですね。そのクラスの全員から嘘つきって言われてるその子を、それを分かった上で先生が、その子は一番本を読んで、読書の時間に最もたくさん本を読み、最も深く鑑賞してるのはその子だよって言われたんで、私もびっくりしたんですね。いや、そうなの？先生そういう子を大事にしてくれる優しい先生なんだなっていうことをその時思って、やっぱり学校の先生が、寺子屋時代の先生と変わらず立派な、そして優しい心根の本当に温かい先生だっていうことを今この年齢になっても思い出すんですね。ですから高度成長期以降の1990年以降の先生はどういう先生かというとですね、80年ぐらいからそうだったかも1980年代からそうだったかもしれないんですが、全国的にそういうのが蔓延するところまで行ってなくて、ただ一部エリート志向のお母さん方はどんどんエゴイストに変わっていったんですね。要するに先生に媚びを売ると、先生に付け届けプレゼントをする、先生に押し立て券をあげるとかね、ワイシャツとかね、スーツとか、そして先生から特別にいい点数をもらう、それからその期末テストの内容まで教わってるような人たちもお母さん方の中に見受けられるようになって、なぜかというと先生を家庭教師に雇っちゃったわけですよね。でその先生がここやっときなさいとかね、そういう変な先生が生まれて育ってきたのは実は戦後なんですよ。戦後の、1980年から90年にかけてどんどん豊かになってきた時に現れた現象で、それ以降の日本人はやっぱり学歴、それからある種そのエリート校ですねということに対する、塾という予備校っていうんですかね、全国区のチェーン店で頑張ってる塾というのがどんどんお金を儲
かるようになって、そういう先生方に洗脳されたお母さんが大量生産されるようになって、それで我が子だけ良ければそれでいい、他の子はどうでもいいというふうな、言っちゃうけどこれ日本的じゃないんですよね。日本っていうのはそうじゃなくて、先生は尊敬されるべき対象で、お金なんかで先生を懐柔できるものではないと、そのような先生方であったんですけど、それがどんどん変わっていったっていうのは、残念であると同時に、それの時代から日本人は暗くなったとっていうのは、それより前はですね、文部省の考え方も違ったんですけど、私が子どもの頃の授業っていうのは先生の好きなようにやってよかったんですね。だからまるで風の又三郎の時代の先生とあんまり変わらないで、はいみんな今日弁当持ってね、山の中行くからねってで、山の中で鬼ごっこしたり日向ぼっこしたりで、そういうことをやって、で今日はこれで終わりとか言って、全然何も校長先生に咎められることがない時代だった。で土曜日なんかはですね、先生が無料でそのお習字なんかをね、先生が教えてくれたんですよ。全然お金も取らずに。だからみんな楽しくてお弁当を持ってね、その土曜日に残ってその先生のお習字を習ってたんですね。だからお習字を習うのを普通どっかの寺子屋と同じように、お習字のお教室に行ったら、やっぱりその当時でも2000円とか1000円とか払わなくちゃいけなかった時代なのに、クラスの3分の1ぐらいの子どもたちがその先生のお習字でこう黒い字で書くと赤い字で直してくれるんですね、墨でね。でそれがまた土曜日の楽しみで、みんなでお弁当持っていく。それで3時ぐらいまでそのお習字を習う。その後また遊ぶ。で夕方の5時半ぐらいまで学校で土曜日に遊んでたんですけど、今だと土曜日はお昼で終わるとか、今土曜日の授業がなくなりましたけど、その学校の授業が終わった後学校に残ってちゃいけないというふうになってるんですが、その当時はいくらでも残れたので、好きな友達ともう校庭の広いところであっち行ったりこっち行ったりしながら鬼ごっこしたり縄跳びしたり、それから缶を持ってきて缶蹴りをやったりっていうふうないろんな楽しみ方をして、本当に好き勝手に遊べたんですね。でその好き勝手に遊べたということは、先生たちのキャパが大きかったということで、その優しさと慈悲慈愛みたいなものに守られて、子供がのびのびと学校で遊ぶことができたので、その結果すごく伸びやかな人間が育まれたのではないか。それでお正月なんかは必ず先生の家に行って遊びに行ったんですね。だからお汁粉とか、いろんな食べ物を出してもらって来たよみたいな感じでね、56人で遊びに行って先生の家へ行くっていうのは当たり前のことだったんですよ。で先生の奥様っていうのは大抵優しくて、その先生よりもさらに慈悲に満ち溢れた優しさで私たちを受け入れて、お餅で、お汁粉という甘いね、そういうのを作ってくれたり、それからお雑煮とか餅を焼いたりね、それからトランプで遊んだり、それから日本的なものでカルタで遊んだりとか、お正月先生の家に遊びに行くっていうのは恒例行事のようにね、楽しい出来事だったんですね。ですからその時代の子供っていうのは明るいんですよ。で明るいっていうのはよく笑う、それから友達がたくさんいる、それで、同窓会が多い、それからいまだにその交流が続いてる。でその延長上にはどういうことが起きるかっていうと、今度私の経験からいくと、自分の子供を保育園に預けても保育園の時代のお母さんといまだにつながってるんですね。それはコミュニケーション能力があって、お互いに非常に明けっぴろげでいろんなことを話し合えると、同じ町に住んでると時々会うんですけど、その後どうしてる、大丈夫、元気みたいな形でね、その当時はお互いに30そこそこだったのに、今はもう65とかねなってて、足が痛いのよとかね、倒産しちゃったのよとかね、離婚しちゃったのみたいな話も出てくるんですけど、それでも明らかんとね、また今度会おうねとか、そういうふうにして、保育園時代のお友達、それから子供が小学校の頃のお母さん、いまだにつながってるんですよね。それで結婚式にも、娘の結婚式、向こうの娘の結婚式にお祝いあげたりとか、長くお付き合いが続いてるのは、それはやっぱり何と言っても、
子どもの時代にたくさん先生方にとても優しくしてもらって楽しく遊んで明るい性格で、そして人を信頼する気持ちがね、そういう中から出てくる。だからとても伸びやかな人生観を持ったままいけて、それが江戸時代の寺子屋でもうやりたい放題ね、悪いことしたりね、先生に怒られたりしながらでも楽しくお勉強して、結果的には明治維新の頃にね、識字率が非常に世界一高い状態で、江戸時代の寺子屋が1万6000軒ぐらいあった。だから、小学校を明治5、6年に作ってもすぐにみんなね授業を受けることに慣れてるもんですから、みんな授業に参加してすぐスラスラと、字が書け、そして本を読み、そして生徒が非常に真面目に熱心に授業を受けることができるような学校制度ができてきたと。それはやっぱりその素地になるのは江戸時代に、学校教育以前のレベルで教育ということが非常にしっかりされていたからだというふうに思えるんですね。だからやはり教育熱心な国、日本っていうのは今始まったわけじゃなくて、江戸時代からずっと教育熱心だったということ、これがとても大きなことではないかなというふうに思います。